はいどうも皆さんこんにちは。今回は小田原征伐についてお話ししていきます。そもそも小田原征伐って何なのという人もいると思いますが、小田原征伐というのは豊臣秀吉と北条氏の戦いです。この頃の秀吉はすでに日本の大半を平定していましたので、秀吉にとっては全国統一の仕上げの戦いという側面もあります。それでは早速小田原征伐について見ていきましょう。まず最初にこの頃の日本はどのような状況だったのかから確認しましょう。この地図を見ると当時の日本のほとんどが秀吉の勢力圏に入っていることはわかると思います。しかしこの中には徳川家康の勢力圏も含まれていましたので、少し複雑な状況でした。何が複雑かというと、これ以前に徳川氏は北条氏と協力して豊臣氏と戦った経験があるということです。そんな戦いの後に家康は秀吉に心中しましたので、北条氏としては次に狙われるのは自分たちだろうと考えるようになっていました。それではそんな北条氏は当時どんな状況だったのかを見ていきましょう。この頃の北条氏の当主は北条氏直という人物でした。北条氏直はいわゆる北条五代の5代目にあたる人物で、父の氏政はこの時まだ生きています。つまりお父さんと共に北条氏を運営している状況ですね。先ほども言った通り、北条氏直と氏政はいつか秀吉が攻めてくるだろうと思っていました。ということで北条氏はこの時期に各地の城の改修を行っています。この北条氏の城として最も有名なのが小田原城です。小田原城は現在の神奈川県小田原市にあった城です。お城というと現在映っているような天守を想像する人が多いと思いますが、本来のお城というのはこの建物を指す言葉ではありません。天守だけでなく石垣や堀、廓などを総称したものをお城というのです。特に今回お話ししている小田原城は規模が大きくて、町全体が城の中に入っているような大規模なお城でした。また秀吉は西からやってくることが予想されましたので、小田原の西にある箱根、この地に山中城が築かれています。この山中城は北条氏らしさが全開の城で、現在も遺構がきれいに残っていますので、箱根を越える際にはぜひ立ち寄ってみてください。さて話を戻しましょう。そんな豊臣秀吉と北条氏直ですが、すぐに戦いが始まったわけではありません。秀吉が九州へと出兵している間に家康が北条氏を説得し、北条氏は一度秀吉に服属しています。こうして関東は豊臣政権の支配下に置かれることになったのですが、ここで問題が起こりました。沼田吾妻領問題です。沼田吾妻領というのは現在でいうところの群馬県沼田市周辺の地域のことです。ここはもともと真田氏の土地だったのですが、徳川氏と北条氏がここを取り合った末に、ここは北条氏の土地とすると決まった土地でした。そうなると真田氏は、ここは元から俺の土地だと主張しますし、北条氏は取り決めで俺の土地だと決まったと主張します。こうして沼田吾妻領は真田氏と北条氏が領有権をめぐって争っていたのです。そこに現れたのが秀吉です。秀吉は3分の2を北条、3分の1を真田のものとして、この領土問題を解決することに成功しました。しかし問題が起きたのはここからです。このまま終わっていればよかったのですが、なんと北条家の家臣が秀吉の言うことを聞かず、真田氏の城を奪い取ってしまいます。これを聞いた秀吉は激怒して北条氏に宣戦布告、北条の本拠地である小田原を攻撃することにします。こうして始まったのが小田原征伐です。まず最初に秀吉は各地の大名に手紙を送り、北条氏討伐の命令を下しました。こうして秀吉は全国の名だたる武将たちを動員していきます。一方対する北条氏は本拠地である小田原城に仲間を結集させ、秀吉との戦いに備えていました。この時豊臣軍の先陣を務めたのは徳川家康です。家康は駿府を出陣して東へと進み、それに続いて豊臣秀次や織田信雄が大軍を率いて東へと向かいます。その後秀吉本体も到着し、豊臣秀次とともに山中城を攻撃、箱根を突破して小田原へと進軍し、北条氏は水陸から包囲されることになります。これらの攻撃は小田原城だけでなく北条氏両国内全域で行われていましたので、北条氏はだんだんと劣勢になっていき、
残るは忍城と小田原城のみという状況になりました。このような劣勢を受けて、ついに北条氏当主である北条氏直は降伏を決断します。こうして小田原城は開城。北条氏直は家康の娘婿だったので命は助けられましたが、北条氏政とその弟の氏輝たちは戦争の責任を取らされて切腹へと追い込まれました。現在も小田原城周辺にはこの石の上で彼らが切腹したと伝わる石が残されています。こうして小田原征伐は終結し、北条氏は滅亡したのです。さて、こうしてほぼ血を流すことなく戦いが終わりましたので、戦後処理が行われていきます。この時の戦後処理で重要なのは大きく分けて2つでしょう。1つ目は徳川家康の関東違法。2つ目は奥羽仕置きです。まず1つ目の徳川家康の関東違法についてですが、違法というのは領地を変えさせられたという意味です。家康の役割は秀吉と北条氏の取り次ぎ役だったのですが、結果的に北条氏が反乱を起こしたので、家康はその責任を取らされて関東へと領地を変えさせられたのです。こうして家康が新たに本拠地としたのが江戸でした。もうお分かりかと思いますが、この出来事が現在の日本の首都東京の土台となっていきます。次に2つ目の奥羽仕置きについてです。戦いを終えた秀吉は宇都宮と会津に入り、東北地方の人々を心中させました。こうして念願の天下統一が達成されたのです。さて、天下統一を果たした秀吉は京都へと戻っていきましたが、東北地方には秀吉に従うことに納得していない人たちがいました。彼らが一揆を起こして秀吉に反抗したのです。この一揆を鎮圧するため、伊達政宗と蒲生氏郷が出陣しましたが、蒲生氏郷はこの一揆は伊達政宗が裏で手を回していると思っていました。こうして蒲生氏郷と伊達政宗は仲が悪くなっていき、蒲生氏郷が秀吉に対して伊達政宗が謀反を企てていると報告するほどの事態に発展します。最終的に2人は和睦しましたが、秀吉は今回の事件を引き起こした伊達政宗を反乱が起きている地域に領地替えし、これ以降伊達政宗は反乱を鎮圧するために奔走していきます。最終的に東北地方の一揆は鎮圧され、これによって本当の意味での天下統一が達成されたのです。さて、いかがだったでしょうか。こうして天下統一を成し遂げた秀吉は、次に海外へと目を向けます。狙うは西の中国大陸、朝鮮出兵の始まりです。ということで、次の動画では文禄の役についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。